みんないらっしゃいなのだ。動画ナビゲーターのずんだもんなのだ。今日も一緒に世界のニュースを見ていくのだ。今日みんなと一緒に見ていくのは南スーダンなのだ。実はね、南スーダンの国歌ってすっごく面白いエピソードがあるのだ。なんと独立するときに歌詞を国民みんなからコンテストで募集して作った歌なんだって。まさに国民が心を一つにして作り上げた希望に満ちた歌らしいのだ。すごいのだ。そんな南スーダンのニュースを今日は全部で3つ紹介していくのだ。中でもずんだもんが特に注目してほしいのが2つ目のニュースなのだ。タイトルは論説、外交政策は国民のためか、それとも罪を犯した者をかばうためかなのだ。これね、今の南スーダンが国のためじゃなくて悪いことをした個人を守るような外交をしているってとっても心配な記事なのだ。外務省がアメリカに制裁中の個人を助けるために外国人犯罪者まで受け入れるって提案して断られちゃったんだって。国を苦しめた人たちをかばうなんて絶対におかしいのだ。南スーダンの国民の安全を守るには国連安保理による武器の禁輸措置を解除してもらう交渉をするのが一番大切なことなのに、それができてないのだ。武器がないと自分の国も守れないし、お隣のウガンダにも領土を狙われて国民がすごく危険な目に遭ってるっていうのだ。ウガンダの軍司令官が挑発的なこと言ってるのも絶対許せないのだ。だから大統領さんには国をダメにするような外交はやめて、制裁中の個人を守るのはやめてほしいのだ。南スーダンの国の尊厳と安全は個人の利益なんかよりずっと大切だから、ちゃんとした外交政策が必要なのだ。武器禁輸の解除が一番最初にやるべきことなのだ。今日のニュースが少しでも役に立ったと思ったら、高評価とチャンネル登録をポチッとしてくれると嬉しいのだ。さあ、この後の本編でもっと詳しく南スーダンの今を見ていくのだ。みんな一緒に見ていくのだ。皆さん、今日は東アフリカの内陸国南スーダンをご紹介するのだ。首都はナイル川沿いのジュバなのだ。2011年に長年の紛争を経てスーダンから独立した世界で最も新しい共和制の国なのだ。多くの人々が暮らした民族国家で多様な文化が息づいているのだ。経済は石油と農業が主要産業なのだ。独立後の平和構築や国づくりが現在注目されているけれど、豊かな自然と人々の魅力にあふれた国なのだよ。これからの発展がとても楽しみなのだ。一つ目のニュースなのだ。債務省、10億ドル債務めぐる訴訟という記事なのだ。南スーダン政府が東アフリカ司法裁判所で約10億5000万ドルもの巨額な借金をめぐり訴えられているのだ。サウススーダンスプレームエアラインズという航空会社が提訴したのだ。債務省が2025年2月に締結した借金返済の合意を守らず、払いを怠ったためなのだ。この借金は航空会社が軍に提供したサービスに対するものとされているのだ。政府は2025年2月末から24回に分けて返済を始めるはずだったけど、今のところ一銭も払っていないのだ。南スーダンは2011年の独立時は無借金だったのに、内戦で石油を担保に借金を重ねてきたのだ。国連の報告によると、2018年以降はほとんど返済しておらず、最近も複数の国際機関から訴訟を起こされているのだ。さらに、去年のパイプライン爆発で石油輸出が減り、返済がより一層困難になっているのだ。国の透明性や財政管理が厳しく問われる状況なのだ。二つ目のニュースなのだ。論説、外交政策は国民のためか、それとも罪を犯した者をかばうためかという記事なのだ。南スーダンは今、外交政策が国益から外れて心配なのだ。外務省がアメリカに制裁中の個人をかばうため、外国人犯罪者を受け入れると提案し、拒否されたのだ。これは国を苦しめた人たちのための行為で、とてもおかしいのだ。本当にすべきは、
国連安保理による武器禁輸措置の解除交渉なのだ。武器がないと自衛もできず、隣国のウガンダに領土を脅かされ、国民が危険な目に遭っているのだ。ウガンダの軍司令官の挑発発言も許せないのだ。大統領には国益を損なう外交をやめさせ、制裁対象の個人をかばうのはやめてほしいのだ。南スーダンの尊厳と安全は個人の利益よりずっと大切で、原則に基づいた外交政策が必要なのだ。武器禁輸の解除が最優先事項なのだ。3つ目のニュースなのだ。南スーダン当局、選挙控え報道の正確性確保を要請という記事なのだ。南スーダンの情報大臣マイケル・マクエイ氏は2026年の総選挙に備え、ニュース編集者へ報道の正確性を最優先するよう呼びかけたのだ。シュバでの研修会で彼は見出し書記事の内容を正確に反映し、読者を誤解させないよう強調したのだ。ジャーナリズムの倫理に反する行為は個人の責任となるのだと警告したのだ。メディア庁のスパナ・アブイ氏は、情報公開前の厳格な検証を求め、編集者がファクトチェックや倫理的な正確さを保ち、国民の信頼を維持すべきだと述べたのだ。南スーダンジャーナリスト連合のチャールズ氏は、プロ意識向上のため同業者間の連携を強化し、信頼できるジャーナリズムを提供することの重要性を説いたのだ。全国編集者フォーラムのチョール・シャニー氏は、コンテンツ基準や AI 利用、表説対策の研修を行ったと説明したのだ。この研修はユネスコの支援で実施されたのだ。南スーダンのメディアは、情報アクセス制限や安全保障上の脅威、検閲、再生的な制約、そして偽情報といった多くの課題に直面しているのだ。独立系メディアが国民に正確な情報を届け、指導者の責任を問うことは、これらの課題によって難しくなっているのだ。南スーダンは独立後も、経済の透明性や外交、そして報道の自由など、難しい問題に直面しているのだ。特に、多額の債務や制裁対象者をかばう外交は、国づくりにとって大きな課題なのだね。でも、新しい国だからこそ、これから真剣に課題と向き合い、豊かな自然と人々の力で、素晴らしい未来を築いていってほしいのだ。ズンダモンも応援しているのだ。こんにちはなのだ。この番組では世界のあまり知られていない国や地域からちょっと不思議でちょっと感動するニュースをお届けするのだ。日本ではあまり話題にならないけど、世界には僕たちが知らないままの出来事や優しさや驚きに満ちた物語がたくさんあるのだよ。テレビでもネットでもあまり見かけない。けれど本当はもっと伝えられるべき小さな世界の声。そんな声を僕と一緒に見つけに行くのだ。さあ、一緒に知られざる世界の旅を始めるのだ。